い、セントパンクラスからロンドンからパリへ新幹線みたいに見えるけど一応言いましたね。新幹線カボスも乗ってます。カボス乗ってる九州新幹線に見えますけど。でパリの北駅に着きました。ああ、まあ北駅か。でこちらは安藤忠雄大先生のなんだっけ、みんなが結構あげてるよね、このお皿が見てるやつね。このお皿がこれどこにあるの？これ一番大きなメインのホールにあるんです。てかどこの何区とかいうのがよくわかんないんですけど、これも入れますね、地図。これも当日の予約で大丈夫です。陶器と陶器がこうぶつかり合う音、も含めて全部アートになっていて、みんなこの水の周りに座り込んで聞いたりとか見たりとか。常設ってことなんだ。じゃあいや、これは多分常設ではなくて時々変わるんだと思うんだけど、この時期はこのアーティストの展示がしてありました。この周りのものは多分常設で、かつてはパリコレとかもここでね行われたりとかしていて、安藤忠雄さんっぽいちょっとコンクリートの雰囲気とこういうヨーロッパっぽい感じのコントラストがとっても素敵な。置いてあるアートも結構、現代アートっていうのかな、インスタレーションとかはすごい私の好きなタイプ。これもインスタレーションだから、そう。ろう人形ではなく、ろう人形じゃない人じゃないんだけど、なんか人みたいな感じの展示ですね。はい、あとはワンコとか、ここはパレロワイヤルですね。はい。皆さんご存知しましまのちょっとダニエル・ヴィランさんですね。ところとかで、みんな写真撮ったりね。すごいなんかギクシャク歩いてるね。ギクシャク。多分こうファンが早いからちょっとスローモーションにね。そうですなって思うんですけど、あと手ぶれ防止やったからなんか不思議な揺れに。はい、すいません。いや。あれ持ってったんですよね、かぼすさんは。なんでちょっとはいジンバルだけです。これはギャラリーか？多分これも作品なんですね。ろう人形みたいな。で、通りすがりのマドレーヌ寺院、撮ってみたりと。で、ここが拠点にしたリパブリック。リパブリックのそばのホテルに泊まったので、リパブリックの広場で、なんてとこですか？ホテルは、シタディーンです。シタディーンか。はい、キッチン付きの、アパートメントホテルにしました。で、夜は、この404っていう、モロッコ料理、割と有名な、モロッコ料理のところにお友達と食べに行ったという。じゃあ結構夜はお友達と食べてたんですね。そうね。割と予約取りづらいところに。毎夜お友達と食べてた。割と友達と食べに行ったりしてました。めっちゃ友達いるじゃないですか。そうだね。意外といたね。はい。で、ちょっとこういうファンキーな人もいるよ。ありだね、と。ちょっとなんかウェディングっぽかった。かわいい。で、ワンコもちょっと切ない感じでかわいいな。はい。パリの地下鉄ですね。反応薄い。写真がないんですけど、カリグラフィーのワークショップみたいなのやってたので、ちょっと行ってみました。参加したんだ。参加した。ちょっとね、いろいろ古い文房具とかあって面白かったのでちょっと撮りました。で、ここは大好きなボンマルシェ、大好きなボンマルシェの、スイーツとか、あとエコバッグとかですね。で、
セーヌ川縫って、今セーヌ川で泳げるらしいです。まあ、泳ぎませんけど、私は。水きれいなの？水きれいじゃないです。オリンピックやってましたよね。そう、オリンピック後なんかでも水きれいじゃないけど泳ぐの？泳げるらしいです。で泳いでるって言いました？いや、見てないです。怖すぎるでしょで、これも私の大好きなセーヌ川岸にあるこうブキニストという、はい、エリアですかね。はい。まあメルシーですね。もういきなりメルシーに行きましたね。とりあえず一回はメルシー行こうかなみたいな。いやー、ちょっとやっぱ地図も必要だね。そうだね。で、まあメルシーはちょっと間違えると日本のものを買ってしまうので要注意という感じで。まあでも一回はちょっと見に行っちゃうよね。まあね。とりあえずね。行っちゃうね。ちょっとブレてる。ちょっとブレてるかもしれないですね。でもなんかね、暑くてね、どこもかしこも。これブリジット・田中ね、人気のね。大人気だね。大人気ですね。で、今ちょっと可愛いね、このキティちゃんメルシーバッグ。キティちゃんメルシー、ちょうどやっていて、すっごく人気でした。可愛かった。で、これは、次の日かな。アペロをしたお店ですね。これも現地のお友達に連れて行ってもらったお店で、こんな感じの。まあ、ディナーっていうよりかはみんなこうアペロって言って、ディナーの前の、まあ、一杯飲みなんですけど、それがディナーみたいな。で、ワンコがいたらとりあえず取ると。チェーン店だと思うんですけど、意外と安かった気がします。とても美味しいアイスクリーム屋さんで、めっちゃ混んでました。まあ、暑いせいもあったかな。で、まあ、こういうパブリックアートもあるよ的な感じで、バンクシーじゃないけど、まあ、ワンコがいるとちょっと撮ってみたりという感じですね。で、まあ、またここでアラビカ、本当にアラビカ、すごいね、アラビカを見かけたから、儲かってんね。儲かってると思う。で、ワンコ、スタバより全然なんか目立ってましたね。で、これは、セーブルのエルメスのカフェ。まあ、ここが多分一番品揃えがいいっていうか、品揃えが良かった。朝1だったからすごい空いてたのかな。で、これダマンフレールっていう紅茶屋さん、イギリスじゃなくてフランスの紅茶屋さんで、多分マリアードフレージュとかより美味しいんじゃないかなと思うんですけれども、素敵なお店。素敵な。どこにあるの？そうそう、ボージュ広場の目の前ですね。素敵な、美味しい、もう紅茶もすごいいっぱいあって、美味しいお店。なんで日本にはないのかしらと思います。で、ここからが、ちょっと私、ベルサイユ宮殿に一度行ってみたいと思っていて、ベルサイユ宮殿に行ってまいりました。で、ベルサイユ宮殿は、ちょっと前もって時間指定のチケットを取る必要があったんですけれども、お昼ぐらいのチケットを取って行ってまいりました。今ってあれですか、なんか庭付きガイド付きとかなんかいろいろあるじゃないですか。庭見学と中とか言って。一応庭も見れるし中も見れるっていうチケットで入りましたけど、ガイドなしで。ガイドなしですね。これ人の顔を潰すと景色が大完全に全部がドットすぎて分かんないぐらい人がいると。景色が台無し。ちょっと全然わかんないよね。この右側の階段が有名な階段。中はどんな感じなの？はっきり言って秀逸なのはお庭なのではないかと私は思いました。で、作られたお庭もあるんですけれども、本当になんか田舎？フランスの田舎ですか的な。で、まあここちょっと南国チックに見えてますけど、まあ、ここは作られたお庭。割とお庭は作られていないところの方がとっても素敵な感じで、時間があったら一日いたいなっていう感じの
場所でしたね。こういうすごい高いこう垣根みたいなのがずっと続いていて、迷路みたいになっちゃってて、実際迷路で迷っちゃうくらいなんですけれども、夏のお散歩には最適で、こういうちょっとオレンジジュース屋さんみたいなのがところどころにあって、みんなこういうジュース買ってして、こういうのがもう延々続くの、こういう場所が。で、時々こういう広いところに出たりとか、もう本当にね、気が遠くなるほど長い道を歩かされるんですけど、それはそれで気持ちがいいという感じですね。ここは多分時間が来ると噴水がシャーって上がってる場所です。で、ここでこうなんかトランプしたりとか。ここは寝室ですね。はい。はい。これ今宮殿の中なんですね。宮殿の中じゃなくて、宮殿の外のポンパドール夫人の邸宅とか、邸宅とか、あとこの後出てくるんですけど、プチトリアノン的なもの、なども出てまいります。で、こういうちょっと作られたお庭とかも、ちょっとここはちょっとイギリスっぽい感じのお庭でしたけど、奥のこの建物は何なんですか？なんだろうな、ちょっとよくわかんないです。ね、別にね、観光ガイドさんじゃないからね。そうね。で、プチトリアノンの方に行くと、ここプチトリアノンの外なんですけど、ちょっと小動物とか飼ってあって。今ウサギ？ウサギさんです。がいたりとか、ちょっとマリー・アントワネットの好感度が上がるという。この辺は、これはね、ポンパドール夫人の、お屋敷かな。こういう、これもプチトリアノンのそばの、これ、ベルサイユのバラ見てる人だとわかると思うんですけど、ルイ14世だっけが、フェルゼンとマリー・アントワネットは本当に愛し合ってるんだねっていうことを、マリー・アントワネットの手紙によって知るこのそんなシーンありましたっけ？あるんですけどガゼボって言った。あれ、ルイ 16だね。16か。14はアントワネットさんの旦那はね。16なんだ。はい、失礼しました。あれ、そんなベルサイユ訪問で。離れてるんですか？ベルサイユ宮殿からプチトリアノンって。プチトリアノン、いや、歩いて15分ぐらいかかるんじゃない？結構遠いね。で、今映ってるのが、ベルサイユ宮殿の前の広場、入る前。はい、がこんな感じで。めっちゃ人いますな。うわ、でももうなんか本当忘れた。もう全然。いろんな国の人が、そうね、いらっしゃっておりまして、大変なにぎわい。そしてもう疲れて私は本当に息も絶え絶え帰っていく。万歩計何歩ぐらい行ったんですか？いや、2万歩は行ってんじゃないか。すごいじゃないですか。もうなんか移動になってる？で、もうシャルル・ド・ゴールからまた、ドーハに向けて旅立つ私。もういきなり終わったんですね、パリの滞在。フランス滞在。はい、シャルル・ド・ゴールの中のガイデュレ。はい、シャルル・ド・ゴールの中のこうね、中部のとこですね。そう。すっごい素敵な空港。すごい綺麗だった。で、またカタール航空に乗ってドーハへビューンと行きます。帰りはシャルル・ド・ゴールからドーハ経由だったんですね。ドーハ経由。はい。で、また。もう飛行機、もうなんか雲の上にやって、もうなんかもう。なんかドーハのこのハマドインターナショナルエアポートっていうのは割と世界で一番なんかゴージャスな空港みたいな。なんかあれですよね、すごいファーストクラスラウンジみたいな、なんか森田康道とかがやってませんでしたっけ？そうなんだ。一瞬映ったクマさんは一応アーティストの作品らしいです。
でこれも夜中なんですけど、もうお店全然開いてますし、ギンギンギラギラの感じで、こういうちょっとなんていうんですか、中庭みたいなのもあって、とっても広々してて、豪華でこうお金の匂いがプンプンする感じの空港でしたね。すごい、滝も流れてる。うわ、すごいね、これ。森があるの？森があるの。いやー、すごいショッピングモールどころの話じゃないね。すごいね。疲れて森には行かなかったんですけど、非常に立派な空港でした。本当はね、カタールに24時間トランジットいたらホテルも取ってくれるらしいので。マジですか？そういうやり方も良かったのかななんて思いながら。We are next。終わり。これは面白いのかな？大丈夫かな？